こんにちは、あみあみパフです。今回は端のスカラップがとっても可愛い猫耳帽子を編んでみました。同じ模様をずっと繰り返していくだけなのでとても簡単に編むことができます。皆さんもよかったら編んでみてください。それでは本編スタートです。糸は2本取りで編み進めます。まずは8号針を使います。左手に糸をセットして、かぎ針を下から押し当て、半時計回りに回し、かぎ針を引っ掛けて、引き抜く。引き締めたら作り目の完成です。まずは8号針で49目編み進めます。1、2、3、4、5、6、7、全部で49目編んできました。次からはかぎ針を変えるので、針を引き出して7号針に持ち替えます。糸を戻す際は、糸を引っ張った時に動く方を手前にして戻します。49目目にはマーカーをつけておきます。ここから鎖3目で立ち上がります。1、2、3目。3目目の立ち上がりにもマーカーをつけておきます。次からは鎖の裏山を拾って長編みを編んでいきます。裏山とは鎖をひっくり返した時にポコポコ出ている山のことを言います。次は最初にマーカーをつけた鎖編みから数えて1、2、3、3個目の鎖編みに長編みを編みます。裏山に針を通し、針をかけ引き出し、2ループ引き抜く、2ループ引き抜く。これで長編みを編むことができました。続いて、1、2、3目目、3目目に長編みを編みます。針に糸をかけて、裏山に針を通し、2ループ引き抜く、2ループ引き抜く。また同じ目に長編みを編みます。長編みが2つ編めたら、次は鎖を1目。また同じ穴に長編みを2目編みます。同じ穴に長編みが全部で4目、中央に鎖編みが1目編めていることになります。これで模様編みが1種類完成しました。この模様編みを続けて編んでいきます。1、2、3個目の鎖編み。こちらの裏山に針を通して、まずは長編みを1つ。続いて、1、2、3個目。3個目の鎖の裏山に、まずは長編みを2目。鎖を1目。同じ目にさらに長編みを2目編み入れます。これで模様が1つ2つ完成しました。続けて1、2、3個目の鎖編みに針を通し、長編みを1目。1、2、3個目の鎖編みに針を通して、長編みを2目。鎖を1目。さらに長編みを2目編み入れます。これで模様が3つ完成しました。この調子で端まで模様編みをしていきます。端まで模様編みを編み進めてきました。最後は一番最初の鎖編みの裏山。こちらに針を通して長編みを2目。鎖を1目。また長編みを2目編み入れます。
次は編み地をひっくり返して先ほど編んだ鎖編みから1、2、3個目、この長編みが1本入っている鎖編みに長編みを編み入れます。次は今編んだ鎖編みから数えて1、2、3個目、模様編みを編んでいる鎖に長編みを2目、鎖を1目、長編み2目を編み入れます。先ほどと同じように長編み1目がある目には長編みを1目、1、2、3個目のこちらには長編みを2目、鎖を1目、長編みを2目編み入れます。同じように端まで編み進めていきます。端まで模様編みを編んできました。次は最初につけたマーカーの部分に長編みを編み入れていきます。マーカーを外してマーカーの入っていた部分に長編みです。長編みを1目、長編みを2目、鎖を1目、また長編みを1目編み入れます。全部で長編みを3目編み入れたら、次は2番目につけたマーカーに引き抜き編みをして1段目を完成させます。これで1段目が完成しました。次からは長編みの目から編み始めたいので引き抜き編みで移動します。長編みの頭に針を刺して引き抜き編みです。ここから2段目をスタートします。まず鎖1目で立ち上がり、こちらの長編みに表引き上げ編みを行います。表側から長編みをすくい、糸をかけ引き出し、このまま長編みを編みます。これで長編みの表引き上げ編みが完成しました。表引き上げ編みの頭にはマーカーをつけておきます。続いて長編みが2本、鎖編みが1つ、長編みが2つのこちらの模様の真ん中の空間、こちらに編み入れていきます。針に糸をかけて空間内に針を刺し、長編みを1目、2目、鎖を1目、また長編みを1目、長編みを2目編み入れます。これで模様編みが1つ完成しました。同じように編み進めていきます。次は長編み1目なので、長編みの表引き上げ編みを行います。長編みの体部分をすくい、糸をかけ引き出し、2ループ引き抜く、2ループ引き抜く。これで長編みの表引き上げ編みが完成しました。次はこの中央の空間内にまずは長編みを2目、鎖を1目、長編みを2目編み入れます。次は長編み1目なので、長編みの表引き上げ編みを編み入れます。次は
この空間内に長編みを2目、鎖を1目、長編みを2目編み入れていきます。このようにぐるっと1周編み進めていきます。ぐるっと1周2段目を編んできました。最後は長編み2目、鎖1目、長編み2目の模様編みを編んでいます。最初につけたマーカーを外して、マーカーのついていた目に引き抜き編みをして2段目を完成させます。端が自然にスカラップになっていてとても可愛いです。次は3段目を編み進めます。まずは鎖を1目。最初が長編みの表引き上げ編みなので、針に糸をかけて長編み部分をすくい、糸をかけ引き出し、2ループ引き抜く、2ループ引き抜く。これで長編みの表引き上げ編みが完成しました。頭にはマーカーをつけておきます。3段目も2段目と同じように、次はこちらの空間内に針を刺して長編みを2目、鎖を1目、長編み2目を編みます。次は長編みの表引き上げ編みです。体部分をすくって2ループ引き抜く、2ループ引き抜く。次も空間内に長編みを2目、鎖を1目、長編みを2目編み入れます。次は長編みの表引き上げ編みです。このようにぐるっと1周編み進めていきます。頭の形に合わせて好きな大きさになるまで編み進めていきましょう。糸が残り少なくなってきたので糸換え方法を説明します。長編みもしくは表引き上げ編みを編むときに糸換えをします。針に糸をかけ2ループ引き出す。最後の2ループ引き出すところで糸を休めて新しい糸を持ってきます。新しい糸を持ってきたら残っている糸と合わせて左手にセットし、最後の2ループを引き抜きます。これで糸換えが完了しました。糸は休めておいて後から糸始末をします。そのまま続けて編み進めていきましょう。ちなみにこの1玉だけで2本取りをするために、今回私はまず中身を取り出します。このように一度折ってから取り出すと取り出しやすいです。そして内側から糸端を見つけたら持ってきた糸端を使ってまた糸換えをします。最後にループ引き抜くところで糸を休めて新しい糸端を持ってきて左手に糸をセットし、最後にループを引き抜いて、これで糸換えが完了しました。模様編みの途中なので、ここでは一回糸を編みくるんで、残った糸端は最後に糸始末をします。そのまま編み進めていきます。23段になるまで編み進めました。最初の目に引き抜いたら鎖編みをしてギュッと引っ張ってカットします。あとは糸始末をしたら完成です。糸が裏側に来るように糸始末をしていきます。
糸をカットします。内側にある糸もすべて糸始末していきます。これで猫耳帽子が完成しました。サイズを測ります。横が約 23.5 センチ、縦が約20センチでした。いかがでしたでしょうか？シェル編みを少し応用した柄で端まで編むことで端のスカラップが可愛い帽子が完成しました。同じ柄を続けて編んでいくだけなのでとても簡単だと思います。またよく見てみるとちらちらとたまにスパンコールが入っていてそれも可愛いです。皆さんもよかったらぜひ編んでみてください。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。メルカリ販売もしていますのでよかったら覗いてみてください。それではここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございます。あみあみパフでした。